黒と黒合わせた真ん中のことをシャトー、熱烈なファンが多い。油が少し減ってく。30から40に。ロースの真ん中のただリブです。フードレモンがかけるリブロース膳です。ささみは地鶏。埼玉県産から埼玉から取れてくる香り豚ですね。これのロースを1本。うちが言う特上のリブロースっていうのがここまで脂が入ってるじゃないですか。こっからこっちがうちでいう夜の特上のリブロースで昼のリブロースになってます。で夜の分はさらにここで霜降りの部分を使った特上リブロースっていうのを使ってます。うち夜のメニューにサーロインっていうのがあるんですよ、はい、で昼にも一応メニューには載ってるんですけど、サーロインはもうほんとここからここまで、これも結構肉質見るんで取れるか取れないか、ここの油を表面を外してちょっと内緒の包丁を入れるんですけど、こんな厚いとんかつなんですけど皮で噛み切れるとんかつができるんですよ。うちのソラロースっていうのですね。ここの2つがそのサーロインっていう部分ですね。でこっから下からが昼間の上ロース定食もありますし、夜の上ロースの膳になりますんで、ここからここら辺が1500円のランチのロースカツっていう形でうちは使い分けてます。サーロインっていうのはここがすごい美味しいんで、ここだけで売りたいなと思って僕が勝手に命名したんで、他のお店さんとかではサーロインっていうのは多分見ないと思う。ロースを食べたいんですよ。とんかつって食べたいんですけど油がすごすぎて食べれないっていう方がすごい多かったんですよね。だからこの油をギリギリまで外す。全部外しちゃうとほんとさっぱりしちゃうんで 90% ぐらい除去して包丁入れて分厚いロースカツにしたらロースの美味しさを味わえて、その代わり脂身が少し少ないさっぱりめのロースカツが召し上がられるっていう形です。数が取れないんですよ。だから1日2個とか3個とかしかなくて、予約あればなんとか用意するんですけど、本当もうここで1個とかしか取れない。切った時に今日肉質いいなと思った時にちょっと 3,4 本ぐらい取れる時はバーって取っちゃったりするんですけど、うちはもうこことリブロースとロースをまず切り離しちゃいます。ここがちょっと境目なんですけど、本当リブロースっていうのはこういう油が間に入ってるんですね、はい、で入ってて、でうちのここからほら入ってないんですよ。入ってないんですよ。なんでこっちがリブロースでこっちがサーロイン、ここまでがサーロインっていう売り方で、うちは夜のお肉に関しては熟成させるので一回このペーパーを巻いて、はい、で後で真空パックで真空にして寝かせます、はい、サーロインから下はランチで今日上ロースを切るので、ソラロースもご予約が入ってると使いますんでちょっと切ります。なのでまず下についてゲタって呼ばれる部分ですね、この部分を全部外していきます。ここはもうあんまり美味しくないのでコリコリしちゃってるんで、こういうのはもううちはミンチにしてミンチマシンがあるんで、ミンチにしてソーセージたまに作るんですよ。結構味が濃くて美味しいんです、他のものに使うと食感がすごいんで結構きついなっていう感じなんです。うちはもうこれともちろん他のひき肉を合わせて、ソーセージにして隠れメニューです。あとはもう血の塊とかを軽く取っていく感じですね、なるほど。
一応ポリシーとしてやっぱり生産者さんがせっかく育ててくれたものなんで、あんまり無駄にしないようにっていうのがちょっとあって、ギリギリまで本当多分他のお店さんだったらもっとがっつり削るんですけど、僕はなるべく削らないで、その食材を全部食べてほしいなとか使い切りたいなっていうのがあるんで、ソラロースから切り出すんですけど、これぐらいガツって切ります。この油をがっつり取っちゃいます。このソーセージに入れるんで、これを全部取っちゃうと結構もうパサッ、火入れの感覚がお肉に直接入っちゃうんでパサパサになっちゃうんですよ。だからこれをこれが油の火のお肉への火の入れを柔らかくしてくれるってイメージで、本当に少しだけ取っとくって感じですね。後ろも少し刃が当たるところあるのでそこを外します。うちはもうお肉の後ろ側にしか入れないんですけど、こうやって縮まないように、多分他のお店さんもやってると思うんですけど、肉の表面にはやらないで後ろだけこうやって切り身を入れます。こっちは入れないです。これも熟成をかけます。水分を回したいんでペーパーを巻かないでそのまま、だいたい 220g なので、ちょっと多めにしてその方がいいかな。こっちはある程度水分を取って肉を引き締めたいんで、こっちはペーパーを巻いて真空にするんです。そうすると余分な水分が出て肉の旨味だけ凝縮されるんです。ソラロースはペーパーを引かないことによってすごいみずみずしい。同じ部位なので、サーロインをそのまま切り出して、サーロインは油を引かない分ちょっと薄めなんですけど、薄めに切って250で、これも 220g。 これは少し油を少しだけ削ります。サーロインなので多すぎるとどうしてももたれてしまうので、本当は削りたくないんですけど、少しだけ削ってあげて、口当たりを後ろに少し入れてあげて、これでサーロインです。サーロインも、このままペーパー巻かずに真空して熟成します。もう1個ぐらいサーロインと空を取って、あとはもうこっちはランチとディナー用の上ロースに切っていく感じです。180と200に切っていきます。ランチのこっからこっちは切ってもうやっぱ使えないんですけど、ここはやっぱりディナーの箸カツって言ってこう最後まで楽しんでもらいたい。ここはもうここの芯を外して、ここだけはちょっと包丁をこう他のお店さんもやってるんですけど、テンダーをこう穴を開けて柔らかくしてカツにします。最初はやっぱ豚汁に入れるんですけど、豚汁に入れてるよりもやっぱりカツにした方が美味しいので、カツで最後まで食べてほしいなっていうのと、うちやっぱヒレとロースで悩む人がいるんで、その人のためにちょっとやっとこうかなと。そのヒレを食べた人ってやっぱロースまでいけないんですけど、ロースをやっぱちょっと食べたいんですよね。あれがあると多分結構喜ばれて。今日なんかは結構お肉の質が白いんで、こうやってサーロインとかにできるんですけど、やっぱどうしても個体差が出て赤身があるんですよ。赤身のものに関してはもうこのまま全部ランチに使っちゃう感じです。だから本当サーロインと空に関しては結構本当に目利きして選んで使うとか、今日ダメだ、空全然取れない、サーロイン全然取れないとかいう日があるんで、だからこの2つはもう本当数量限定が一番きつい。選択肢を少し増やしてお客様にお好きな食べ方を決めてもらう。一応食べ方に決まりはないです。なので卓上のソースとお醤油とお塩もありますし、でお皿の上に夜とかだったら和がらしのソースとかもついたり、白と黒合わせたブレンドの胡椒とかも乗るので、いろんな組み合わせをしてもらって一番お客様のお好きな食べ方を教えてくださいっていうスタイルになる。うちのリブロースはブレンド胡椒とうちのソースで食べるのが一番美味しいとお客さんが教えてくれる。ソースもちょっといろいろこだわって作ってるので、ソースも美味しいって言ってくれる方もいますし、塩とわさびを混ぜて塩わさび自分で作って食べるのが一番美味しいって言ってくれる方とか、お塩もいろんなブレンドの仕方変えたらお塩もやっぱ美味しい。うちのヒレは1本1本ペーパータオルで巻いて1日寝かせて、ちょっと水分が多すぎるので水分を抜いてあげてから旨味を凝縮してから使っていくって感じなんです。これ掃除した状態です。掃除して1日水を抜いた状態なんですけど、これで初めて使う感じです。ここは使わないんですよ。端には筋が固まってるので、こことここは使わないです。でうちのまずランチのヒレカツはやっぱり端っこを使うので、ここからここぐらいまでがうちのランチのですね。こっちからここからこの辺までが夜の上ヒレカツっていう感じで使い分けてます。
でじゃあ真ん中何なのって聞いたら、ここがうちでいう夜の特上のヒレカツっていうのがあるんですけど、これはもう他のお店さんとかもよく言ってるんですけど、ヒレの真ん中ってシャトーブリアンっていう牛肉なんですけど、すごい美味しいところ真ん中のことをシャトーっていうんですけど、シャトーブリアンの部分をうちはやっぱ特上のヒレカツとして使ってるんで、真ん中のこの一番太い部分をヒレカツ、うちは1人前しか取れないんですよね、切り分けていく感じ、これでここからここまでを切っちゃう。逆に後ろから攻めて、多分これぐらいで180なんで、これぐらい落として、これで1本分って形で、これを真ん中からバツンと落とします。でパン粉をつけてこの状態で揚げて、こう切ってパカッて切り口を見せてあげる切り方です。多分こういう風に揚げる方もいるんですで、こう切る方もいるんです。なんかちょっとこう切って見栄えよくっていう形の繊維をちょっと歯で噛み切る時の繊維をこう噛んだ方が、こう向けてこう噛んだ方がこうほぐれると思ってるんで、噛んだ時に全然分厚いんですよ。本当もうこれぐらいの分厚さでヒレカツが出るんで、なんで噛み切りやすいように僕はこう切ってこの向きでかじってもらおうみたいな形になってます。1日で少しドリップが出るのでペーパーに1個ずつくるんで、真空かけちゃうと圧縮されちゃうんです。真空って、そうすると本当ヒレの持ってる水分が全部出てパサパサになってしまうんで、これは真空かけないでこの状態で保存します。ヒレの方はテンダーで穴を開けて柔らかくするようにしてます。ペーパーで巻いて真空かけて最低で2日間熟成させたのがうちのリブロースです。さっきのヒレと同じように水分が出てるんですけど、このペーパーをきれいに外してあげて、リブロースとか閉まんないとブヨブヨなんですよ。なんでそれをちょっと締めてあげて旨味を凝縮するっていう形で、今これが熟成した、さっきよりもちょっと白っぽくなってます。血が抜けるんで、ただこれって空気に触れるとどんどん赤くなっていくんで、これはまた後ろの下駄のところを外して、ちょっとリブロースのところの下駄は強すぎるので、この下駄の部分は申し訳ないんですがごめんなさいしてます。ここも最終的に当たるので外してあげます。でこれを切り出していく感じです。でリブロース、こっちがサーロインがここにくっついてる感じで、こっちがもう肩の、最初は形がこう斜めになってるので切り揃えるので、少し一回揃えちゃいます。で捨てないで箸カツに、これがブヨブヨしちゃって、開けたてだと切れないんですよね。それをちょっと1日熟成して切ってもらって、足もこれですね。これがランチで 200g で切ってる状態で、今日は真ん中の肉質がすごいいいんで、このままディナーも切れるんで、ディナーが 250g なんですけど、ちょっと多かったね。これはちょっとこういう時は周りが少し当たるんで外すのと、油だけ少しだけトリミングしてあげて、夜のものは少しだけ大きくってちょっとだけトリミングの部分を取っておくんですね。でこれで大体60ぐらいまで、ちょうどぐらいです。これが夜と昼、これが夜の特上リブロース前に使うものですね。これがランチでリブロース定食に使ってるものになって、これはもう熱烈なファンが多いです。お昼はすごいですね、本当に。どんどん変わっていくんですよ。でサーロイン寄りになっていくので中の油が少し減っていくんですけど、足りないんですけど、これはランチの1500円の定食、常連さんとかが来たらリブ寄りのものもあるよって言って勧めてあげると喜ばれるんで、これも絶対に捨てずに、グラムが足りないんでどうしようかなってなっちゃうんで、お客さんに案内してあげると喜んで、僕も喜んでもらえるんで嬉しい。他のお肉と一緒なのに後ろだけきれいに入れて、やっぱ皆さんとんかつって言ったらやっぱ脂身が好きなのかロースがよく出ます。このとんかつがうちのソースとかお塩とかと相性がいいらしくて、だんだんみんな1500円のロースカツを食べてもらって、上ロース食べてもらって、最後にリブロースに行くとみんなリブロースに、女性の方でも結構食べる方いる。ランチでは人気ですね。上ロース、リブロース、サーロインっていうのが、うちはロースを3種類に分けてるんですけど、やっぱ上ロースが、価格帯も求めやすいのかっていうのはよく出て、その後はサーロインっていうその上ロースの上位互換みたいなのがあるんですけど、それも
もよく出ます。ロースの油を外したソラロースカツっていうのも結構人気です。これはレバームースに、うちフランス前菜を売りにしてるんで、ご要望があればランチでもお出ししてます。とんかつって麺が重いんで塗って食べるっていうのはちょこっとつまむのにはいいのかなと思ってメニューにさせていただきます。これはパテ・ド・カンパーニュって言って、うちでは香りパテカンってなってる田舎料理なんですね。ベーシックなんでフランス前菜っていうのには一番これがいいんじゃないのかなと思ってうちの店ではまず出してます。100本以上作ってきた前菜なんですけど、本当に美味しいなと思ったレシピで作ってますね。アーミ油って言って豚の角膜の油ですね。パテ・ド・カンパーニュは絶対使うんですけど、ベーコンでやってるところとかも結構多いんですけど、ちょっとベーコンでやるとやっぱ雑味すごいんで、結構扱いが大変なんですよ。一応こだわってまだこの網油使っても、これで今の流行りとかはハンバーグくるんだりとかして焼いたりとかしてますね。肉汁が全然逃げないですし、さらにこれも油なのでやっぱ油が少し出ますんで、それでやっぱもうほんとジューシーに仕上がるっていうので、結構有名なお店とかこれでくるんでハンバーグとか作ってますね。これは1日スパイスとかでつけて寝かせるんですよ、こちらで。もう1個うち3個の前菜がおすすめであって、今からこれ作ってるこのパテ・ド・カンパーニュと、もう1個レバームースがあるんですよ。地鶏のレバームースがあって、あとハムもあるんです。ハムは2日間寝かせてから入れるんで、他のお店さんとかミキサーでミンチにするんですけど、僕は内容量とかの関係上フードプロセッサーで回すと美味しいなと思って、パテカンは多分これ特殊だと思います。内容はレバーとか豚の首のネックとか、あとは香り豚がブランデーとかが入ってるので、あと甘い赤ワインとかが入ってる、これで1日寝かして、あと飴色にした今卵とちょっと牛乳で最終的にちょっとつないであげて、混ぜすぎちゃうと食感がハンバーグになっちゃうんで。ちょっとゴロゴロ食感なんですよね。首のお肉も入ってるんです。食感的にコリコリするようなイメージでミンチにならないように回してあげる。ランチお酒全く出ないじゃないですか。小麦粉はみんな飲んだりする、ワインのボトル飲んだりする人もいますし、スパークリングワイン飲んだりする人もいます。うちの飲み物とさっぱりめが多いんです。レモンサワーとかあくまでも揚げ物だからそれをさっぱり食べれるようにいろんな工夫がしてあります。あとジンジャーエールとか、うちのジンジャーエールは自家製なんです。これから作るんですけど、これぐらい生姜を入れてこんなに今日これをこんだけ生姜を入れて作る。辛いんでやっぱりさっぱりするじゃないですか。でもまあ甘さもあるんですけど、そういうのでお酒になったりソフトドリンクとかもなるべくこうさっぱりできるものを基準に選んでます。お酒は一番出るのは何なんですか？一応レモンサワーとやっぱワイン系ですね。黄色の瀬戸内のやつをいいやつを持ってきてって言って出来上がった2リットルのペットボトルに対してレモンが6個入ってるイメージですね。それを100日間つけてちょっと秘密の香り付けとかをして出してます。ワインは赤ワインが一番出ますか？ロゼとは白。うちのソムリエが美容美意なんですよで僕は昔のフレンチを勉強してるんで、ちょっと僕はクラシックなワインが好きなんで、それをこう織り交ぜたワインリストになってます。常連様にはちょっと内緒のグラスワインとかも用意してるんで、グラスでやっぱ飲みたい方が多いので、その方に飽きないようにと思ってグラスワインをいろいろ用意してますね。中の空気を抜いてあげて、最終的にこう間に空洞がならないようにして、これは日向地鶏っていう宮崎の地鶏のレバー。地鶏の白レバーってあんまり本当にないんですよ。お肉屋さんに嫌がられてるんですけど、白いものを厳選して持ってきてくれないかって頼んで白レバーでムース作ってます。これ本当はフォアグラを入れて作る予定だったんですけど、ちょっとフォアグラが今いろんな情勢上手に入らなくなったんで、前の店からずっと作ってるんですけど、すごい人気でパンが止まんなくなるっていうのでおかわりされて無料のパンを有料にしたぐらい。これがブランデーです。洋酒とかを入れると美味しいんで、ルビーポートワイン、赤ワインの甘いやつだと思っていただければ、ワインよりもちょっとアルコール度数が高い。これでやっぱもう甘みとかも香りとかもぐっと引き立つんで。シャレットって言ってフランス料理でソース作るときに絶対入れる野菜がある。これとちょっとニンニクをスライスしたのを入れて、油はラードとピュアオイルを合わせて使ってます。ラードだけだと重すぎるのとちょっと色がつきすぎちゃうので、ラード 100% でやったりサラダ油を混ぜてみたりいろんなことをしたんですけど、比率としてはやっぱラードの方が多いんですけど、ピュアオイルを入れてカラッとというかベトッとしないようにするにはそのブレンドがいいなっていうので。
これを真空パックにして火入れる。これで真空調理する。夜のお肉とかはサシと赤身のバランスがいいんで、熟成させて寝かせてから使ってるんで、その時にこの真空パックで真空してから最低で2日なんですけど、その後3日ぐらい寝かしたものを使ってる。昼間のお肉は赤身が強いんでそのまま使ってるんです。これもちょうど火入れます。この漬け方とか、卵もいろんな調味料を入れて衣が剥がれないように特殊な製法でやってる。とんかつ屋さんのパン粉が剥がれる剥がれない問題って結構言われてて、剥がれてるとやっぱ評判がちょっと結構言われたりするので、だからやっぱそこは研究して今卵とかにちょっと手を加えてお肉から剥がれないようにしてますね。粉もちょっと細工をして混ぜてるんで、それで結構剥がれない。小麦粉だけではないので小麦粉と合わせてちょっと内緒なんですけど剥がれないなっていうのが見つかったんで、うちって低温ではないんですけど中温で揚げるんですけど、中温揚げのところ結構衣が剥がれたりするのと言われたりするんですけど、うちは結構剥がれないんで、閉じないカツ丼っていうのをやってるんですけど、僕のスタイルに変えたんで、多分他のお店さんとかであんま見ない閉じないカツ丼パクったわけじゃないですよ、昔からやりたいなと思って、僕が閉じないカツ丼をやるとしたらこういうカツ丼だなみたいのをやっと最近メニューに入れれた。ミシュランとか取ってる人はもう全部パン粉を使ってるっていう。このお店の中屋さんのパン粉を使って初めて本当にこんな美味しいんだと。全然違ったんで、僕がちょっと思い出の味に作ってるんで少し甘めに作ってる。だから賛否両論あるんですけど、で珍しいぐらいちょっと味が濃くて具材もいっぱい入ってて、これだけでおかずになるみたいな、お酒と一緒に売るんで、お酒飲むにって最後にご飯とワン物で締めたりするんで、そういう風にもなるようにっていうのでサイドメニューじゃなくて一品料理のイメージで作ってます。細工がしてるからちょっと濃厚な感じになる。まとわりつくようにちょっと秘密の細工をしてるんで。結構昔のパン粉の付け方だとここからギュッと押しちゃうんです。押しちゃうと豚肉ってどこまでも伸びちゃうんですよ。その肉の繊維にパン粉が入っちゃうのがどんどん平べったくなっちゃうんですよ。そうしちゃうとやっぱ分厚さとかもなくなってしまうので、押すのではなくてまとってもらうみたいなイメージでうちはパン粉をつけます。一切れ何グラム？これ大体30から40に切ってます。いっちゃっていいよ。はい、一択ね。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、了解。はい、9択、8択で。
OK。こうちゃん。これは上ロースなんで、ロースの真ん中のところですね。はい。さっきのリブロースよりちょっと違うところなんですけど。パン粉が粗めな理由は？これが一番食感とかなんか僕が好きなとんかつに近かったんですよね。これより細かいのとかも混ぜたりとかもいろいろやってみたんですけど、はい細かいのと粗いの一番これが結構僕はしっくりきて、ブロース定食2つお願いします。はい、了解。いらっしゃいませ。どうぞ。はーい。こちらの黒の茶ご利用ください。リブです。リブ。お飲み物は今ご用意します。はい、わかりました。お客様、こちらお願いします。おう、了解。七タク様フルいくよ。はい。 20個まで出すよ。こっちは一回引いて。一気に加熱してるんで、保温というのとも寝かせてるかな、動いてる肉汁を閉じ込めてあげて、はい。こうお肉の中をしっとりする時間みたいな感じで取ってる。でそうするとパン粉がしなっちゃうんで、もう一回揚げてちゃんとパン粉をカリッと持ってくるんで、水分量がもうヒレだと全然違うんで、ここで一回揚げる時間がすごい長かったり。こんにちは。こうちゃん、ここが脂身になるからさ、軽く言ってあげて、後ろ側にあるのが脂身なんですよって言ってあげて、女性だからアイス少なめにしてあります。この後ろが脂身。普段わさび手前に。はい、ありがとうございます。今焼いてるやつが焼き上がったら3日寝かせてこういう感じ。美味しそうですね。箸で食べれるサイズに切ります。自家製の粒マスター。こちら上には
これ何グラムですか？これがだいたい200から180の切ってるんで、これじゃ2択だよね、リブロース。リブでもリブ。ありがとうございます。さっきのパテカン前菜食べ終わってたら12択様コールスロー出していい？めっちゃいくよ。はい、お願いします。ありがとうございます。パテカンを食べてまして、マスタードがすごく濃厚で美味しいです。来たらもう絶対これ食べてまして、パテカンはそもそもそんな置いてないじゃないですか。なんでとんかつ屋さんにあるっていうのがもうびっくりして、来てからもうずっと食べてます。じゃあおすすめはこのパテですか？パテカンですね、私は。もちろんとんかつもなんですけど、はいやっぱパテカンが一番つぶつぶのマスタードと一緒にみたいな。何頼まれますか？今日はヒレカツを頼みまして、ヒレカツが一番好きですね。はい、さっぱりしててうん美味しいですね。これはムスのオープンだったんで、今度はムスのに変えて。これが自家製のハムです。香り豚のはい。豚わさって言ってわさびと合わせて食べるんですけど、基本は自家製のハムだと思ってくれれば、これを熟成日本酒で48時間熟成させて、それで低温調理して、それを薄くスライスして、わさびと一緒に食べてもらうっていううちの3個のうちの前菜の一つですね。美味しそうですね。これも人気なんですよ。はいよ、お願いします。これが今作ってるレバームースですね。はい。これを4名様とかだったらまた盛り方がこう4つに分けたりとか、2名だったらこうしたりとかやるんですけど、今日は1名様なんで1人で食べる正面をこっち。ございました。フードップパンナイフは捨てない。ありがとうございます。
さっきのリブロースとかはもう、はいまあ時間言っちゃうと6分ぐらいで入るんですけど、今度のとかはちょっと薄めなんで、はい5分とかちょっと調節しないと結構難しくて、うんこれもやってみないと分かんなかったんで、はい。今日は前菜3種盛りハムに関して、他で食べるより非常に柔らかくてフレッシュでとにかく風味がいいんですよね。パテカンは王道というかペロッと食べちゃいました。レバーはパンがついてくるのでいつ来てもどれも美味しいんですけど、ここのはやっぱりどれもクオリティ高い。カツ丼を目当てにしたんですけど限定3食なんで正直で好きなメニューはリブロースとんかつかな。サーロインもおすすめです。夜のリブロース膳が入ったんで、グラムがさっきのリブロースより 50g ぐらい多いんで分厚いんですよ。次回いただいてちょっと盛り付けとかも変わってくる。キャベツもちょっと違うお皿でも出しちゃったんですけど、はいトリュフのドレッシングがついて、これは和がらしとオリーブオイルで作ったソース。ランチは漬けの上にいろんな種類のが置いてあるんで、夜はお漬物じゃなくてピクルスを口直しでつけてる。今日はハロウィンの名残で黄色のこっちがハロウィンスイートっていうさつまいもで、はい。こっちが普通のさつまいも2種類。お持ち帰りされる方多いんですか？そうです、まあ、女性の方とか特に多いですかね。結構ご飯も山盛りに盛っちゃう。それでカツがどうしても食べれない。あとディナーだと前菜3種盛りとかはい食べたお客様とかをお持ち帰りする。和風のものを使って和風のタルタルソース。青いのは生のり。トッピングには和がらしソースが。オリーブオイルとちょっとレモンが入ってる。ご飯食べれますかって声かけて、男性だと夜だとおかわりできないんで、もうあらかじめおかわりだと有料になっちゃうんですけど、大盛りは無料ですけどって聞いたりとかすると、大体のところに大盛りにしてくれるんで、ある程度そうだ満足度はちゃんと得たいな。女性とかだったらロースとかって脂身が右に来るんで、はいこっちが脂身ですよってご案内させたりとか、左側から食べて右側の脂身が残っちゃうんで、なるべく食べてもらいたい。香り部だけは脂身がうまいんで、それを食べてもらう、そういうご案内をしてもらって。最後スポンジに山椒を振ります。これが山椒。うちの豚汁甘めなんで少し締めるイメージ。上ロースは一番1500円のロースの上位互換だと思ってるけど、普通のとんかつ屋さんで食べる上に脂身がついてるロースカツだと思ってます。ヒレカツはメダル型のヒレカツが3枚ついてるヒレカツになってます。大体110から120ぐらいのグラムになってます。だからご参考になさってください。ヒレカツ、はい、4択様ヒレカツ定食です。前から行くよ。リブロース膳です。11択様ささみ定食1つお願いします。了解。さつまいもとハロウィンスイート、2つともさつまいもなんですけど種類が違います。前焼きます。この後エビフライ。はい、失礼いたします。どうぞ。レモンシャーベットって僕が自家製で作ってるんですけど、夜の前に食べたお客様に最後の口直しで絶対お出ししてるんですけど、なぜ出してるかって言ったらやっぱとんかつが重めなので、最後お口の中をさっぱりして帰ってもらいたいなっていうイメージでつけてるんですけど、なんでメニューに載っけてないかっていうと、やっぱ飲食店って結構今のご時世美味しいっていうのが当たり前じゃないですか。なんで
もう一回来てもらうのにはどうしたらいいのかなって考えた時に、感動と驚き与えなくちゃいけないなと思ったんですよ。メニューに書いてないデザートが最後に出てきたら、お客さんって嬉しいとか喜んだり感動してくれないかなと思って、最後にメニューに入れずに書かずに最後つけてます。驚いたってなるとお客さんはそこの記憶が結構残るので、うちの店を忘れないでくれたらいいなっていう思いで。ささみは地鶏のささみなんです。自分がいろんなとんかつ屋さんを食べてて、ささみ美味しいなと思っていろいろ研究したんですよ。でやっぱりささみのイメージってパサパサとか、低温調理とかしても結構パサパサになりがちなんですけど、なんかそれをどうにか美味しく作りたいなと思って、僕がホテルで働いた時に使ってたソースとかでこれささみに合わせたら美味しいなっていうのがあって、最初とんかつ屋さんだからメニューを作った時に鶏はまだ入れないでいいんじゃないっていう声を結構受けたんですけど、押し切ってささみを入れて和風のタルタルソースと一緒に食べてもらいたいなって思いでメニューインしてます。人気で女性の方とかがリピーターで食べたりとか、夜とかもそれとお酒で飲まれる方とかも結構いるので、ささみ前菜一品トリュフの土鍋ご飯とかで帰るお客様とかもいらっしゃいますね。ランチタイムは予約限定でしか作れないんですけど、オーダーが入ってからこの土鍋でマッシュルームで作ったシャンピディクセルっていうフランス料理のソースみたいな香りがあるんですけど、僕はうまみ代わりにそれを入れてピラフみたいにオーブンと火で炊いて、最後にトリュフを散らしてで目の前で分けてあげる。他のテーブルが食べると隣のテーブル香りが伝染して、この上にとんかつを乗っけて食べてもらう。うちの赤のグラスのになりますね。前からいきます。4択様ヒレです。キャベツとご飯いただいてお願いします。はい、ささみ。ありがとうございます。はい、8択で。フードアップ。前置いてあります。比べると分かりやすいですね。上ロースとリブロース。下が上下、こっちがリブロース。あ、本当ですね。違う。これが多分普通のロースカツっていう感じです。リブロースはごめんなさい、粉つけて、ここに脂身があるんで、お肉の火の入り方が変わるんですよ。だから普通のロースよりもしっとり上がるっていうか、食べると分かるんですけど、火の変わり方が変わるので、少し違うお肉みたいな感じで人が多い。衣自体がうまいんですよね。だからこそやっぱ剥がれないでやる秘密も必要。ありがとうございました。
ありがとうございました。レジのところ段差がありますので足元お気をつけください。ありがとうございます。2名様がシェアされるんで、薬味とかもちょっと2つに割ってあげる感じです。綺麗ですね。リブロースはやっぱちょっと火が入り方が変わるんで、これぐらいピンクに仕上がるんですよ。綺麗に。すいません、リブからお願いします。この後上ロース。ちょっとこっちとはピンクさが違うんですね。はい。わかりますね、やっぱり。以上です。アイスとビール出して。余熱で火を通すんであんまり離せないんですよね、ヒレは。このままこの状態でくっつけてる状態で最終の仕上げが入る。お願いします。ありがとうございます。水分量が多いんで開いてもらうと水分がすぐ抜けちゃうんで、ヒレはもう全然切れないんですよ。夜は特上のヒレだけ上向けて切るんですけど、やっぱそれも結構水分がすぐ飛んでっちゃうんで、結構早く召し上がってくださいってソテーちょっと出したのすぐに肉汁がバーって出てきちゃうんで、最初はヒレも切ってなかったんですけど、やっぱ切った方がなるべくこう肉汁が出ないように。これスタッフです。はい、ありがとうございます。お待たせしました。こちらカツの少々時間頂戴いたします。キャベツポテトマカロニサラダ。卓上にオレンジ色のフレンチのドレッシングになっております。こちらを食ってからご利用ください。失礼いたします。ありがとうございます。お待たせしました。こちらが香り豚ローストンカツ定食上の方になります。こちら黒い皿の上にはこちらからしとわさびとレモン、そして特上にお醤油とお塩ととんかつソースございますので、こちら味変にこの差し色のお使いになって召し上がってください。こちらのロースなんですけども、右側の方がちょっと脂身が多くなっておりますので、ぜひこちらから召し上がりください。今ライスと豚汁の方お持ちいたします。お待たせしました。こちらが豚汁とライスの方になります。ランチ帯はライスとキャベツの方が1回ずつおかわり無料ですので、その際はお声掛けください。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。これ大きいやつ、ちっちゃいのあるの大きいやつがさら。それではいきます。はい。
タリアンとフレンチとか本当に2つを組み合わせたようなお店が僕の師匠なんですけど、そのお店が埼玉にあったんですよ。そこでやってる時にその豚を知って、その時からとんかつやりたいなと思ってそこから始まったと思うんです。全国いろんなところにカセットコンロ持ってって、その土地の豚とかを焼いて食べたりとかして、その中でやっぱいろんな豚を試したんですよ。その中で一番美味しいと思ったのが香り豚。ほんと50とか食べましたね。他のとんかつ屋さん行って、はいこういう豚使ってるよっていう話聞いたら、その豚食べに行ったりとかももちろんして、香り豚ってなんかとんかつにするのが一番美味しいなと思って、脂身がすごい美味しいんです。それを生かすのにとんかつの火の入れ方が一番いいな。都内の有名なお店とかを食べ歩いて、はいどうにかちょっと自分でやりたいなと思って、いろんな本とか読んだりして、はい独学でここまでなんとかお店できるぐらいまではなったなと。僕がもともとカウンターのお店みたいなのがやりたかったんです。お客様の顔を見ながら料理作るっていうのが、フランス料理やってる時からお客様に合わせて料理を作るみたいなのがあるんで、話しながら料理もできるんで、提供もできるんで、だからお酒飲まれる方は本当にカウンター好きで飲む子ってここでワイン5、6杯絶対にこれ飲めっていうのはあんまり決めてないんですよ。お客様がその中でじゃあ日本酒が今日は飲みたいわ、ワインが飲みたいよって言ったら、そこからまたセレクトしていく感じですね。でささみとかだったら、白とかでも全然相性がいいんで白ワイン進めたり、お肉料理だと赤っていうイメージが強いじゃないですか。でもうちの店はとんかつに合わせてロゼワインを用意してるんですよね。美容ワインなんでロゼワイン、赤寄りのロゼなんですけど、それを進めたりとか結構してます。1年経ったらやろうと思ってたのは、ちょっとコース料理とかも考えてて、ここだけ限定でとんかつだけじゃなくて、とんかつうちの前菜とかも結構注目浴びるんで、はいその前菜とかを使ってちょっとコースでやれたらいいなとかいうのは今考えてますね。夜のとんかつに関しては少しちょっと盛り方がこうおしゃれになってるから、それで結構カップルのお客様が集まっています。夜のおつまみ用の一口チキンカツです。これ鶏ものもも肉ですね。で、これがリブロースですの端っこの方のカツもです。これがロースの端っこです。で、最後に食べてもらいたいヒレカツも用意したんで、お皿の上にわさび、ブレンド胡椒、オリーブオイルと和がらしを使ったソース、季節のピクルスが秋にかぼちゃのピクルスがあります。あと国産レモンがありますので、一応卓上にお塩と醤油とソースがございます。そのまま食べていただいても大丈夫なんですけど、ソースとか醤油とかこちらに取っていただいて、お好きなようにお召し上がりください。食べる